皆さんこんにちは。今回は TOEIC で855点を獲得した時の勉強法を紹介していきます。2025年4月に行われた TOEIC で855点を獲得することができたのですが、前回の TOEIC からは70点スコアをアップすることができました。今回の勉強法で TOEIC の点数だけではなく、英語の自力が上がったなっていう実感があるので、TOEIC で800点を超えたい、英語力を底上げしたいという方はぜひご覧ください。まず参考書ですが、今回主に使っていたのは TOEIC 公式問題集、レルセン、キンフレの3冊です。大まかな勉強の流れとしては、まずは公式問題集で自分の課題を把握した後、模試の復習をしながら、レルセンでパート5の対策、そしてキンフレを随時読み返しながら語彙力を強化するといった流れです。また、レルセンを勉強する際には、これまで使っていた文法書の All-in-One Basic も補助教材として使用し、文法をより深く理解できるようにしていました。All-in-One Basic について紹介した動画のリンクは概要欄に貼っておくので、そちらも合わせてチェックしてみてください。ここからは各参考書を使った勉強法を紹介していきます。まず公式問題集ですが、最新版のものを1冊だけ購入しました。まずは時間を計って模試を解き、一通り復習を終えた後は、リスニングとリーディング両方の対策に使っていました。まずリスニングについてですが、間違えた問題の分析からスタートしました。具体的には単語を知らなくて間違えたのか、音声変化についていけず聞き取れなかったのかなど、間違えた理由を明確にしていきました。間違えた理由を明確にした後は、主にパート3とパート4の音声を利用しながら音読を行っていました。音読の手順としては、単語の意味を確認しながら場面をイメージして、省略される音や音のつながりをチェックし、音声と同時に音読といった流れです。この流れに沿って間違えた問題を優先的に各スクリプトで30回から40回ほど繰り返し音読を行っていました。音読の流れについてさらっと今ご紹介したのですが、実際にこの流れを行うとなると結構時間がかかります。私の場合は一つのスクリプトにつき1時間から1時間半ほどかかっていました。また、音声のナチュラルスピードだとどうしてもうまく言えない、うまく聞き取れないっていう場所が出てきます。その際は TOEIC の公式アプリで音声のスピードを 0.8 倍とか 0.9 倍にしてうまく言えない箇所、うまく聞き取れない箇所を繰り返し練習をして徐々にナチュラルスピードに戻していくという手順で行っていました。この対策は正直かなり根気のいる作業なのですが、粘り強く続けたおかげでリスニングでは455点を獲得することができたので、リスニングで高得点を狙いたい方はぜひ試してみてください。続いてリーディングですが、公式問題集では主にパート7の対策を行っていました。具体的にはパート7の長文を使って精読を行います。精読の手順としては、各長文の知らない単語をチェックして文構造を丁寧に把握、そして何度も読み返しながら英語の語順で意味を理解していくという流れです。精読を行うメリットとしては、読解スピードが着実に上がっていくことです。私は長い主語を見分けるのが結構苦手だったのですが、精読を行うようになってからは仮読みがほとんどなくなって、スムーズに内容を把握できるようになりました。ここで読解スピードを上げるなら速読の方がいいんじゃないのと疑問に感じる人もいるかもしれないですが、読むスピードだけを上げようと思ってもどうしてもふわーっとした理解になってしまって、いざ回答するときにあれこんなこと書いてあったっけなとなって結局読み返すことになってしまいます。またこの後紹介するデルセンの勉強法にも関連するのですが、同じ文章で何度も精読を行うことで、ここにはこの文法が使われていたんだという気づきにつながって英語力全体の底上げにもなります。自分もなかなか読むスピードが上がらなかった経験があるので、速読の練習をしたい気持ちも正直わかるのですが、長文読解を苦手としている人は一旦焦る気持ちを抑えて、精読の練習をするのが読解スピードを上げる一番の近道かなって思います。ここからはデルセンの勉強法を紹介していきます。まずデルセンを使った理由なのですが、私はパート5を特に苦手としていました。TOEIC で高得点を狙う場合、パート5はだいたい10分ぐらいで解くのが目安とされているのですが、私は1回目の模試の時にパート5に20分もかかっていました。正答率はそこまで悪くなかったので、文法の理解が壊滅的っていうほどではなかったと思うのですが、回答に迷ってしまう問題も結構多くて、パート5に課題があったのは事実でした。そのため、デルセンを通して回答スピードのアップと曖昧になっている文法事項の洗い出し、この2点を進めることにしました。デルセンの進め方としては、まずは順番に問題を解いていき、間違えた問題や理解が曖昧になっている問題は、文法書も読み返しながら理解を深めるようにしていました。すべての問題を解き終えたら、デルセンの全問題がランダムに並べられた1000本ノックに進みます。
1000本ノックでも間違えた問題は特に苦手としている問題だと思うので、デル線の解説と文法書の両方を読み返しながら復習を行って、間違えた問題にはチェックをつけてすぐに復習できるようにしていました。また、先ほどもちらっとお話ししたのですが、デル線で文法の復習をするたびに精読で気づけることもかなり増えていきましたし、反対に精読のおかげで文法問題の文構造を把握するスピードも上がったなっていうふうに思うので、文法力と精読力の両方を鍛えられます。結果的に本番では12分から13分ほどでパート5を終えることができて、正答率は 97% にまで引き上げることができたので、効果があったんじゃないかなというふうに感じています。ここからはキンフレの勉強法を紹介していきます。キンフレについては過去の動画でも勉強法をお話ししたことがあるんですが、基本的には何度も周回をして単語をひたすら覚えていくという方法をとっていました。キンフレは ABCD というアプリで音声を聞けるのですが、家にいる時には音声に合わせて音読をして発音を確認し、外出中は音声を聞いて意味を瞬時にイメージする練習を繰り返していました。また、自分の趣味につながる単語はメモに残しておいたり、なかなか覚えられない単語は語呂合わせで覚えたりすると、より記憶に定着しやすいのでおすすめです。ここまで勉強法を紹介してきたのですが、どうしても机に向かうのが億劫になってしまう時もあると思います。なので、今回の TOEIC 対策で行っていたモチベーションを維持する方法を紹介したいのですが、それは目標を書いたメモ用紙をしおりとして使うことです。毎回勉強を始める時と終える時にはしおりを眺めながら、英会話の先生に900点取れたよっていう風に報告してるシーンだったりとか、海外の人と英語でスマートにコミュニケーションを取ってる自分をイメージしたりしてテンションを上げていました。目標を立てる時のコツとしては、目標を達成した時の自分を感情と一緒にイメージすることです。例えば、TOEIC が昇級の要件になっている人だとしたら、メモ用紙には TOEIC で800点獲得するっていうふうに書くだけでもいいのですが、メモ用紙を眺める時には、昇級して喜んでいる自分の姿をイメージしてみたりとか、そのお金を使って海外旅行を楽しんでいる自分の姿を想像したりするといった感じです。自分のテンションが上がる場面をイメージできれば、モチベーションも上げやすいですし、そのイメージした場面が具体的であればあるほど、その目標は達成されやすいとも言われています。また、最悪この目標って達成できなくても OK なのかなというふうに思います。というのも、目標を紙に書くというのは、スムーズに勉強を始めたりとか、意欲的に勉強に臨んだりすることが一つの目的なので、メモを眺めることで充実した勉強時間が過ごせたのなら、それだけでも十分に効果があったと言えるんじゃないかなというふうに考えています。実際私も900点という目標は達成できなかったのですが、モチベーション高く勉強に臨めたなっていう実感はありますし、本番を終えた後は何より充実感がありました。なので、これから TOEIC を受験する人とか、TOEIC を受ける予定がなくても、英語の勉強をちゃんと継続していきたいという人は、ぜひ試してみてください。というわけで今回は TOEIC で855点を獲得した時の勉強法を紹介しました。今回の動画が役に立ったという方はぜひ高評価をお願いいたします。また、今後も英語学習に役立つ情報を紹介していくので、お見逃しのないようぜひチャンネル登録をしてお待ちください。それでは今回の動画は以上となります。Until next time. See ya!